皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はコオロギ食についての情報をアップデートしたいと思います。日本でコオロギ食についてけんけんごうごうとなったのは2022年11月、徳島の学校給食に乾燥コオロギ粉末が使用されたことで一気に話題になりました。私も過去に数本動画を作成し配信していますが、多くの方の関心が寄せられました。しかしあれからネット上を騒がすこともなく、どうなったか気になっている方もいるのではないでしょうか。少なくとも私は気になっていたので情報を集めてみました。そしてネット上に流れるコオロギ食に関しての間違った情報も流れていたので、今回一度整理しながら今時点での状況確認と、改めて昆虫食について考えてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、皆さんは昆虫食について、特にコオロギを世界的な食糧問題に対しての優れた食材だとお考えでしょうか。この件については様々な意見に分かれると思います。見た目にアウトだけど粉末にされていたらありだと思う人もいるでしょうし、先人たちが食習慣にしてこなかったということが体にとって良くないものであるという何よりの証拠だという人もいるでしょう。それともあまり深く考えることはしていないが、あの有名人も食べているし、食べてみたいというだけの人もいると思います。このチャンネルでは過去に作った動画で、先人たちが食習慣として取り入れていないからやめた方がいいという立場で情報を発信してきました。今現在もそのスタンスは全く変わっていませんが、今年の初めくらいに流れた多くの情報の中で、正しいものもあれば間違って流布されていたものもありますので確認してみました。全てを網羅できませんので、特に言われていたこととして、1、コオロギに関する事業に対して補助金が6兆円も使われている。2、コオロギの粉末をアミノ酸等という表示でステルス混入されているというものがありました。これらはどうやら間違いのようです。1については、コオロギに関わる SDGs 関連予算 6.3 兆円などといった画像などが SNS 上に流れて話題になったのですが、どうやら実際に SDGs 関連予算というものは存在しており、それがコオロギ事業のために 6.3 兆円も計上されたと間違って広がったのかもしれません。確かにコオロギ食が世界の食糧問題を解決するものだという触れ込みがあったので、 SDGs と結びついたかもしれません。もう少し深掘りしてみると、内閣官房内閣府総合サイト地方創生というサイトに地方創生に資する SDGs 関連予算というページがあり、その予算に関する資料を見ても膨大な項目があって確認は難しいのですが、少なくとも食料問題やコオロギというキーワードで検索してもヒットはしません。ただもしあるとするなら、こちらの項目に食料に関しての記述があるので、こちらの枠で補助金が支払われている可能性はあります。いずれにしてもコオロギ食推進に関する予算が6兆円というのは間違っていると思います。ただ今の世界の潮流とそれに沿った日本政府の取り組みからすると、民間企業が新たなビジネスとしてコオロギの養殖事業に参入するにあたり、補助金が使われているということは十分ありえますが、それは今の段階では仕方のないことだと思われます。他に情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄にてシェアをお願いします。2に関しては、日本ファクトチェックセンターのサイトを見ると間違っているということが出ています。このサイトでは、1、消費者庁がコオロギ由来の成分を食品に添加してもアミノ酸と表記されるのみと回答している。2、コオロギ由来の成分が全体の 5% 以下の場合、食品成分表にその他と表示できる。3、昆虫食はアレルギー表示対象品目の中に含まれていないため、食品パッケージに注意喚起を記載する必要がない。については消費者庁への確認がなされており、全てをここで取り上げませんが、結論としては、1は消費者庁では言説のような回答を確認できなかった。また、コオロギを加工して添加物として用いた場合は食品衛生法違反に抵触する可能性がある。そのため不正確と判定した。2は複合原材料のうち条件を満たした場合はその他と表示できる。しかし言説では説明が不十分なため不正確、ミスリードと判定した。3はコオロギ由来のものについてアレルギー表示義務はないため正確ということで、正確な部分もあれば不正確であるということになっています。詳細についてはこのサイトのリンク先を概要欄に貼っておきますので、全文を確認していただければいいかなと思います。ただ
私はこれらのことを鵜呑みにしてはいけないと考えるへそ曲がりなので信用しません。ファクトチェックの見解も微妙な感じがします。と言いますか、複合原材料ならある条件の下で表示義務がないわけですからダメではないでしょうか。この日本ファクトチェックセンターという企業のことを全く知りませんが、少なくともアメリカにおけるファクトチェック会社のトップには世界経済フォーラムの関係者がいるということなので、むしろその会社がフェイクと結論付けたものは真実であるという証拠だなんていう見方をする人がいるくらいです。政府が行う政策には裏があるという発想と同じでしょうか。ここまでが一時期過熱した情報の嘘、本当の話です。冒頭でもお話しした通り、私はコオロギ食を導入することは明確に反対の立場です。もしも体にとって有害であったとしても、それを理解した上で大人が選択して食べる分にはどうぞご自由にと思うのですが、選択する自由がない子どもたちの口に入るようなことは絶対反対だと思っています。漢方医学大辞典の世界では美毒とされ、妊婦には避けるようにとの記述があるわけですから注目に値すると思っています。これについては漢方医学大辞典で載っているコオロギと養殖コオロギでは種類が違うというような反論記事も見たことがありますが、同じ種ですから危険がないわけではないと思います。あくまでも素人考えかもしれませんが、そのように思います。また2018年9月に内閣府の食品安全委員会のホームページで、欧州安全機関新食品としてのヨーロッパイエコオロギについてリスクプロファイルを公表という情報が出されています。そこには動物衛生と食品安全において著しいデータギャップが存在していて、様々な懸念点が挙げられていました。それは総計して好気性細菌数が高い、昆虫及び昆虫由来製品のアレルギー原性の問題がある、重金属類カドミウム等が生物濃縮される問題があるなどです。この件については様々な議論がされているようですが、少しでもリスクがあるのならわざわざコオロギを食べる必要がないのではないでしょうか。さらに言わせてもらうと、コオロギ食を強く推奨することの一つとして栄養価が高いというものがあります。株式会社グリラスのホームページによると、餌、水、温室ガスという項目に対していかにコオロギが優れているかということが紹介されています。これはこれでなるほどと理解はできますが、まず温室ガスについてはそもそも世界的な詐欺とも言えることが行われていると思います。温室ガスに関する世界の常識と言われていることについて過去に動画を作っていますので、そちらもご視聴いただきたいのですが、世界経済フォーラムでは温室ガスがかなりの悪者になっており、反対意見は抹殺状態になっています。温室ガスについては諸説あるにもかかわらず反対意見を忙殺し、利益優先でことが進んでいるようにしか私には感じられません。栄養価においては確かに 100g あたり約 60g がタンパク質ということで、肉や野菜よりも優れているようにも見えますが、学者によってはそうでもない研究発表がなされています。情報ソースは概要欄に貼っておくので確認いただきたいのですが、コオロギ食にも優れた点はもちろんありますが、まだ人体への影響を慎重に検討する必要があると書かれています。特に腸内細菌層といわれる腸内フローラに悪影響が出てくるという実験結果が得られているそうです。さらにラットによる実験では BCAA の血中濃度を調べると、従来通りの肉食をした場合の時よりも高くなることが分かっており、つまりこれは将来的に2型糖尿病になる可能性が高くなるというものです。そしてコオロギにはエビやカニに含まれるアナフィラキシーショックが起きる成分が入っており、これはかなり注意が必要ということになりますし、実際発症が起きています。さらには寄生虫がいることも明白になっており、熱処理しても残るということも言われています。まとめると、私たちが普段食べているものは長い時間をかけて経験に基づいて形成されてきたものであり、食習慣となっています。そして誰もが否定できない事実として、私たちの体は食べたものだけでできています。だから何を食べ続けるかによって健康にもなれば病気にもなります。わかりやすい話です。そしてその長きにわたる食生活によって民族ごとに食べ物に対する反応も違います。日本人と西洋人では小腸の長さ一つとっても大きな違いがありますし、腸内細菌の状況も違います。そういった当たり前の結果は、長い時間をかけて生活する環境に合わせて体が進化してきた結果です。その分かりやすい証拠として、外国人に焼き海苔を食べさせても問題ありませんが、生海苔を食べさせた場合消化不良を起こします。他にもごぼうも同じだったと記憶しています。他にもきっとあるでしょう。なんと生海苔を食べて消化できるのは日本人だけです。そうやって昆虫食について見てみると、地方によっては蜂の子やイナゴを食べる食文化がありますが、
コオロギを食べる文化は日本にはありません。海外のどこそこの民族はコオロギを食べているというのはそのように進化してきたからです。トカゲが寄生虫のいるコオロギを食べても問題ないのは共存できる体を得ているからです。こういった理屈でもコオロギ食は少なくとも日本人には不要ですし、他の食材でも高タンパク質で優秀な野菜や魚の肉など数多くあるわけで、なぜ今まで言ってきたような諸事情があるにもかかわらずコオロギ食をご利用しするのか。そこにはグローバル企業が狙う利権があるようにしか思えません。皆さんはどのようにお考えでしょうか。世界経済フォーラムは世界統一政府の樹立を狙っています。その方法は全体主義に基づくものです。全体主義では個人の自由などありません。とにかく強制です。我が国には我が国の食文化がありますし、戦後西洋の食文化が入ってきてから今までにない病気が一気に増えました。もう一度原点に戻って日本人の体質に合った食文化を取り戻していきたいものです。いかがだったでしょうか。コオロギ食について多くの方が拒否反応を示しているのは、私は生存本能だと思っています。私たちの DNA には先人たちの知恵や体験、経験が記録されていると思っています。科学が発達したといってもまだまだ科学では説明のつかないことの方が多いと言います。子孫を残すという本能はどこに記録されているのかすら分かっていないと思います。だとしたら、初めて見たものに対して拒否感が湧くというのも先人たちの経験則が影響しているのかもしれません。このような生存本能というもの、直感というものは大切にしていかなければ、有名人も食べてるとか科学的根拠というものだけに振り回され、最悪の場合淘汰されてしまうかもしれません。最近いろいろな情報に触れる機会が多くなったことで、このチャンネルを始めた当初とはまた違う感覚が芽生え始めてきました。そんな大層なことではないのですが、今の世の中は何から何まで狂っているということを確信しています。狂っているというのは嘘だらけということです。先ほど生存本能ということにも触れましたが、もともと人間が持っている感性、能力を潰す教育、洗脳が行われてきたのではないかと感じています。それはまた動画にする機会がありましたら配信しますが、今回コオロギ食の騒動が落ち着いてきたことを受け、追加情報をシェアさせていただきました。最後に繰り返しとなりますが、コオロギ食についてまだその安全性が担保されていない状況を認識した上で食べるのは自己責任だと思いますし、好きにしたら良いのですが、まだ自分で判断できないような子どもたちにまで食べさせるということはやめてほしいと思います。今のところ合法であるので、どの企業がコオロギ食の普及に関わっているということの言及は避けましたが、ググれば簡単にわかりますので、食品を購入する際には成分表示などを確認して購入することをお勧めします。今回取り上げたコオロギ食については、正しい理解を多くの方が認識して、学校給食で言えば PTA、教育委員会、文部科学省への働きかけをして、少なくとも日本においては使用禁止にしていきたいと強く願っています。世の中の混乱に乗じて、非常に重大な法案が可決されないよう注意深く政治を見ていかなければいけませんね。この動画がご視聴の皆さんの健康維持や生存本能を健全に保てることにお役立ていただけたらと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。